皆さんこんにちは。いや、2025年に入ってさ、どんどんいろんなものが開示っていうか暴かれ始めて、でも追いつかないですよ、動画作るの。なので今日は最近暴かれつつある都市伝説をね、どんどん紹介していきたいと思います。これを見ればみんな最近の動向をね、確認できるかと思います。皆さん、すき家の事件どう思います？ 1 月21日に鳥取県の店舗で味噌汁にネズミが混入する事案が発生して、従業員のね、目視確認不足が原因だと言われて、今度ね、3月28日には秋島市南店でテイクアウト商品にゴキブリが混入してたと。これ異物混入がね、続いたことで、3月31日から4月4日まで全国1970店舗一時閉店っていう、かなり思い切った行動に出ましたよね。X で回ってきた画像を見たかと思いますけど、結構がっつりネズミ入ってますよね。なので、これいろんなね、疑惑がかけられているんです。お味噌汁は具が少ないので、ネズミが入ってきたらさすがに気づくんじゃないかと。ネズミは熱に敏感なので、90度の鍋にそもそも近づくのか。ネズミは加熱されていないことを示す反応が出たので、異物が鍋に入った可能性は低い。ってことは直接お椀に大ウィン。一応公式的に確認した結果、大型冷蔵庫の扉が店の外に面してて、その部分にパッキンのね、ひび割れから侵入した可能性が高いと。また味噌汁の具材を入れたお椀を冷蔵庫で保管してて、その間にネズミ、いや、さすがに気づくでしょ、それは。この異物混入の流れが相次いだことで、しかも閉鎖したということで陰謀論が立ち上がりました。すき家国産米の使用で狙われた説。すき家は国産米 100% を公表しています。それが何が悪いのって感じじゃ最高じゃんっていう。1971年から2017年まで減反対策というものが実施されてて、それはね、余りすぎた米の価格を調整するためなどに行われているんですけど、結果的にそれは日本の食料自給率を下げるための仕組みだったのではないかと言われるようになったんです。そこで1995年、日本が世界貿易機関に参加して輸入米が増えて、日本の国産にね、依存させない状況を少しずつ作り出していると。そこで 100% 国産米を作っているすき家が直接的にダイレクトに狙われたんじゃないかという話なんです。皆さんどう思いますか？こんなことあり得るっていう。チャット GPT に聞いたらね、この国産米を使っているチェーン店もう1店舗出てきたんですよね。あえてここには書かないけどさ。こういった見せしめ系の事件で言うと、最近あった小林製薬の紅麹事件などが当てはまるんじゃないですかね。小林製薬はコロナウイルス不活性化を発見したので狙われたんじゃないかという説。もちろんこれ全て陰謀論ですよ。とはいえ、もちろんバカにできないのも陰謀論。はい、今日はそんな回になっています。なんと世界で一番嫌われていた男、ヒトラーが生きていたかもしれない説。1945年4月30日、ドイツの敗北は間違いないとされたため、ヒトラーはね、ベルリンの地下壕で妻のエヴァン・ブラウンと自害して火葬されて、その遺体をソ連が回収したという歴史になっています。ただね、深掘ってみるとこれ結構興味深くて、ヒトラーの遺体だと思われていたものを解析した結果、なんと女性の頭蓋骨だという結果が出ているんですね。彼が亡くなったとされる時から目撃証言が相次いでて、しかもね、彼の遺体も実は見つかっていないんです。そこである陰謀論が立ち上がりました。なんと彼はアルゼンチンに逃亡したんじゃないかという説。ベルリン没落寸前亡くなったとされる2日前に、ヒトラーは地下壕をたどってテンベルホーフ空港まで行き、そこでスペインに飛んでいたというんです。そこからカナリア諸島に飛び、最終的にはそこから潜水艦 U ボートを使ってアルゼンチンに到着したという目撃情報があるんです。実際に第二次世界大戦後、ナチスの高官たちは約1万人ぐらいがね、そのアルゼンチンに逃亡してるんですね。その理由は、アルゼンチンはドイツに友好的で、ドイツの資金や技術を受け入れることでアルゼンチンの成長につながるとも考えたそうです。そこでアメリカもペーパークリップ作戦といって、ナチスのね、優秀な技術者たちをね、研究者たちを引き抜いてスカウトしてたという話があります。なので、スターリンもヒトラーは生きていると信じてたし、FBI も実は捜査しまくっていたんです。俺もそれ聞いて、実は生きてんじゃねえと思ったし、この陰謀論だけど、リアル寄りの都市伝説だと信じられてきたんです。そしてなんと今回、アルゼンチンのミレー大統領がナチスの高官たちが実際にアルゼンチンに逃亡していたことを公表すると言っているんです。その中にヒトラーがいた可能性はかなり高いかもしれないです。地味にすごくないですかこれ。歴史に残る人物が実は生きてましたよ。でも教科書がね、180度ね、塗り替えられるような話が最近どんどん出てきているんですよ。本当か嘘か置いといて。実はアーク、発見されたかもしれないです。しかも CIA によって。アークといえば古代イスラエル預言者モーゼがシナイ山で神から実戒を授かり、その石板とアロンの杖、マナの壺を収めるために作られたっていうね、言っちゃただの箱っちゃ箱なんだけど、いやただの箱ではないです。この黄金の木箱に触れた者は命を落とす。戦で敵が一瞬で壊滅する。箱の前に立った者は神の啓示を受ける。など超自然的なね、力が宿っていると言われてますよね。実際エリコの戦いではイスラエル軍がエリコを攻略した時、契約の箱を7
7日間街の周りをぐるぐるとね行進したら分厚い城壁が自然に崩れ落ちたっていう伝説があるんです。その間にやっちゃえばよかったんだけどね、彼らのことをね。またベテシュメ州という町でアークの中身を少し覗いてしまった結果、なんと町の人々5万人が亡くなったという事件が、神聖すぎて祭司がみこしのような状態でね運ばなきゃいけないんですね。なので現代で言うと核兵器プラス静香ちゃんのお風呂割る2みたいな感じなのかね。ただ紀元前6世紀にエルサレム神殿がバビロニア軍によって破壊された時、アークは突如姿を消してしまったんです。ほんとねこれ突如なんですよ。歴史的にその後文献などに残ってないらしいんですね。まるで YouTuber が突然消えるように。うわ気をつけよう。ただ日本人からするとさ、日本とユダヤのねなんか似たようなルーツがあって二重同窓論なんて言われたりするじゃないですか。末実戒マナの壺が日本の三種の神器、八田の鏡、雨の村小の剣、八坂にの勾玉に似てるとか、日本のみこしに似てるとかね、剣山にあるんじゃないのって囁かれていますよね。そしてみんなが知るきっかけとなったのはおそらく映画のインディ・ジョーンズ失われたアークでも描かれています。ただこのアークの存在本当なのかもしれないです。なんとね CIA の機密文書にこのアークを匂わす文章が書かれていたんです。しかもその特定方法が驚きなんです。サンストリーク計画、精神エネルギー学、サイコキネシス、 ESP、 テレパシー、投資。面白くなってきました。やり方は紙にアークって書いて、それを封筒の中に見えないように入れて、そしてそれを被験者に見せるんですよ。でその被験者にこの封筒の中のものを探してくださいと頼むんです。なので被験者は何を探しているかわかんない。ただその物がどこにあるか、どういったものなのかを投資するんです。ターゲットは容器である。この容器の中にはさらにもう一つの容器が入っている。ターゲットは木材、金、銀で作られており、その形状は棺に似ている。またセラフィルの装飾が施されている。このターゲットは中東のどこかに位置している。現場にいる人物が話している言語はアラビア語と思われ、周辺の建物にはモスクのドームのような形状が確認された。その地域にいる人物はほぼ全員が白い衣服をまとい、黒い髪と黒い瞳を持っていた。私が特に注意を向けた一人の人物に口ひげがあった。ターゲットは隠されており、その場所は地下で暗く湿っている環境だった。このターゲットの目的は人々を一つにまとめることである。その目的は儀式、記憶、敬意、そして復活に関連している。またそれは私たちが現在知るものをはるかに超えた知識を有している。ターゲットは何らかの存在によって守られており、承認されたもののみが開封を許されている。この容器は正しい時が訪れるまで決して開けられないし、また開けることもできない。開封の時が来れば、この仕組み、ロック機構は比較的シンプルなものであることがわかるだろう。しかし、こじ開けたり叩いたりして強引に開封を試みる者は、私たちは未知の力を用いる容器の守護者によって滅ぼされる。何これ。はい、能力者にね、このアークをね、探させたんですよ。そしたらこの説明文。いや、結構ぶっ飛んでないこれ。かなりですよね。もう、もろアークじゃないですか。知らんけど。気になる箇所はいくつかありましたよね。てか全部なんだけど、木材、金銀、形状は棺、アークそのものですね。中東のどこかに位置している。アラビア語。モスクのドームのような形状。目的は儀式、記憶、敬意、復活。それは私たちが現在知るものをはるかに超えた知識を有している。アークが超自然的な力を持っているということにつながるのか、何らかの存在によって守られている。誰？開封の時が来ればその仕組みは比較的シンプルなものであることがわかるだろう。そう簡単に言うけどさ、じゃあ開けてくださいよ。めっちゃ意味深なこと書かれていますよね。もうこの説明と 100% 一致するわけじゃないんだけど、実は昔からアークここなんじゃねっていう剣山じゃなくてね、実は世界のここにあるんじゃねって囁かれてる場所があって、ちょっと今回のこの説明と似ているんです。それがエチオピアにあるシオンの聖マリア教会。常に武装した軍や警備隊が常駐してて、礼拝堂の中に入ることができ、アークを守るのは選ばれた万人修道士一人。ただこの修道士選ばれたら逃げ出す人も結構出てくるんですね。その理由が、選ばれたら生涯守り続けなきゃいけないからです。グラム・ハンコックというね、超古代文明を調査する有名なおっちゃんがいるんですけど、彼は過去この十数年の間にシオンの聖マリア教会の修道士3人会ってるんですね。でその3人とも全員白内障になっているそうなんです。なんでアークの仕業だと。要はアークって過去にさ、大量に人を死なせてるって話したじゃないですか。その原因は放射線を放出してるからなんじゃないかという説があって、近くにいると被爆してしまうと。 CIA の被験者は中東のどこか、あるいはねモスクのドームって言ってたけど、もしかしたらこの教会と見た目を間違えたんじゃないかと。ただこの実験1985年に実は行われてて、で世に公開されてたのはこの機密ファイル2000年なんですよ。なのでもう公開してるってことは、もう当然このアークの存在は
誰かしらがもう保管して持ってるんですよね。そして今日最後のテーマは、はい、地球上で最もロマンのある場所なんじゃないですか。エジプトのピラミッドの新構造。3月16日、エジプトを研究していたチームが合成開口レーダーといって物体や地形の内部構造や動きを可視化する技術でピラミッドの内部を 3D モデル化した結果、まさかの Wi-Fi ルーターを発見。しかもパスワードはツタンカーメン123という冗談はさておき、そこで見えたものはもっとエグかったんです。それがカフラー王のピラミッドの地下深くに隠されていた巨大構造物。高さ648メートルの円柱が8本2列に並び、さらにその下には直径80メートルの立方体がドーンと鎮座しているというんです。円柱の内部は空洞らしく、そこをぐるりと取り囲む螺旋状の通路。いや、さすがにこれはスケールでかすぎない。ちょっとでかすぎて逆に冷める規模なんですけど、と思いきや、なんとピラミッドの地下に行ったことがあるという人物がいるんです。皆さん、オカルト大前提として予言とか心霊治療とかができた江戸川慶子の情報では、失われた古代文明アトランティスの方々が世界中に飛び散って世界の3カ所に知恵の間を隠したという話があって、一つはマヤ文明の遺跡、二つ目はバハマ諸島のどこか、そして三つ目がギザのピラミッドなんですね。もっと言うとスフィンクスの地下、もちろんまだ発見されてないけど、このピラミッドの地下に行ったことがあるっていう人物知ってますか？しかも日本人なんです。それが千葉野俊彦さん。もともと霊能力を持って生まれた彼は日本のスピリチュアリズムの重鎮のような方らしいんですけど、僕すみません、あまり詳しくなかったんですけどね、大平さんが教えてくれて、そんな彼がピラミッドの地下に行ったことあるっていうお話があるんです。またこれね、信じられるか信じられないか、もうもちろんぶっ飛んだ話なんだけど、全てそこで彼が見たものがまたこれロマンがあって、なんとそこにはね、まだ人類がオンにしていない人類起動スイッチがあったと。何それ、気になる。今から話すね。ある霊的な指令でエジプトの中央のピラミッドに導かれた知花さんは、正面の入り口とは反対側にある岩のように見える箇所に誰も気づいていない入り口があると分かり、そこから入ることになりました。最初に言っとくけど、この体験が物理的なものなのか、あるいはその精神世界的なものなのか、まあ皆さんのね、ご想像にお任せします。そこから入っていくと、なんと1700メートルにも及ぶ地下通路を通ることになるんです。1700メートルってよう分かったな。その先で信じられないような体験をするんです。水2リットルだけが許可され、食事は一切なし。その状態で2週間過ごすことになるんです。ただ彼はプラーナ呼吸といってインドの方にある考えなんですけど、呼吸を整えることで生命エネルギーを循環させるやり方で生き延びたそうです。ナルトでいう仙人モード的な、食事食えないな、全然大丈夫、俺普段から食べないからみたいな、全然大丈夫じゃない。その空間で彼が目にしたのは本にして12冊分に相当する英知。内容は宇宙の起源、地球の歴史、人類の誕生について。そして知花さんはその地下である種映像体験をすることになるんです。それは宇宙が誕生し、ガスが星となり爆発を繰り返して再び凝縮され、やがて地球へと形作られていく30億年以上の進化の過程をまるで映画のように見させられたと。その映像はただのビジョンではなく、天上界の英知を情報として転送するためのシステムだったと彼は説明しています。要は多分その映像を見させられるんですけど、それはただの映像ではなくて情報としてね、その知花さんの中に情報として入ってくる英知そのものだった的な。さらに地下室にあったものが驚きなんです。現在とは異なる聖書の原点、身長6から8メートルの恐竜時代の人間のミイラが36体、 UFO のような構造のノアの箱舟、知花さん本人の過去世のミイラ。自分の過去世のミイラ初めて聞いたわ。それまだまだあるんです。一番驚いたのは地下室にあったフリーエネルギー装置。30センチ四方の小さな装置で、中には円盤が2枚入っており、モーターのようなものがついているだけのもの。この装置はインプットなしで円盤が高速回転を続け、その回転によって小型発電機を動かし、外部にエネルギーを供給するというものです。興味深いのは知花さん地上に戻ってこの同じフリーエネルギー的な装置を作るんですよ。そしたらうまくいって、ただ世に公開してはならないと圧力をかけられるんです。ここではよくある話。この地下室が世に公開されない理由としては、彼曰くこの地下室は今の人類にはまだ早い、でもある意識の振動数に達した時再び扉が開くはずと言っているんです。ならどのようにしたらスイッチをオンにできるのか。あれは意識に反応する装置なんです。物理的に動かすんじゃなくて共鳴することで起動するようにできているんです。つまりその装置はただあるだけでね、そこにあるだけでは意味がなくて、特定の条件を持った人間の意識に反応して動き出す仕組みになっているんです。それは呼吸によって宇宙とつながるプラーナ呼吸だと、自分と他人、
自分と世界との分離がなく全体が一つになっている感覚を持っていること、つまり内側の静けさを持ち、恐れや不安ではなく愛と調和の周波数でいること。人類がこの状態を手に入れられれば、フリーエネルギーもそうだし、アカシックレコードのような装置が作動し、この世の英知を手にするというんです。間違いなく人類そのステージにはいないよね。自分と他人敵同士殺しちゃいみたいな世界じゃないですか今。なので最近僕たちだけでもその状態を獲得している世界のロールモデルになれればいいですね。ちなみにピラミッドの地下に行ったことがある人、実は過去に3人いて、それがキリスト、モーゼ、知花俊彦。どんなラインナップよこれ。全然ピンとこない。ちなみに彼ら物理的に言ってるっていうよりか、どちらかというとエジプトの神トート神の体に入ってというより、彼らがトート神の生まれ変わりだというんですね。トート神っていうのはピラミッドの成形者って言われていますよね。なので本当かどうかはロマンのままです。ただ話を戻すと、今回のピラミッドの新構造、もちろん懐疑的な意見も多くて、今回発見した研究者のうち2名は2022年の時点で今回の論文と似たものを発表してて、それがさっき述べた合成 M 字開脚レーダーなんですけど、ある対象物、今回はピラミッドにレーダーを照射して、そこから返ってくる信号を追跡して画像を生成していくという技術なんですね。ただこれね、大きな岩とかがあると簡単に跳ね返っちゃうらしいんですよ。なので今回はレーダーで生成した画像を使用して、ピラミッドの表面や地面の振動を合成して、この波動がピラミッドの地下を表していると、もう何言ってるか分かんないよね。皆さん安心してください。ちゃんとした説明まだあるので。もう一つ使ったのが断層撮影法。対象の内部構造を断面画像として再構成する方法らしく、地球の内部のマグマとかね、地殻を調べるための技術なんだけど、そこからどうやってこのイカ星人建造物が推測できるのと批判されてるんです。確かにさ、ピラミッドよりなんかよりも全然大きい地球の内部、地殻がありマントルがありって分かってるわけじゃないですか。それが分かってるんだったらピラミッドの地下ぐらいも確かにもうちょい分かりそうな気がしちゃうけど、どうなんですかこれ。詳しい人教えてください。なので今回批判されまくってるんですよ。そんなのみんな分かりきって信じたいだけですよね。まるで浮気されてる恋人のような関係ですね。今後もね、いろいろ開示されては批判されてるの繰り返しだと思いますけど、気負いせずロマンを持ち続けましょう。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。